こんにちは、ももよです。こんにちは。この動画が上がる頃はちょっと私日本にいると思うんですけれども、今日すごく大切なお話をするんですけど、ぜひ前回の動画を先に見てからこの動画を見てもらえるとよりよく理解できるんじゃないかなというふうに思います。今日はそもそもの話なんですけど、スピリチュアルが私の問題を助けてくれるのか、解決してくれるのかということについてお話をしたいと思います。なんかすごくこの動画を好きで見てくださってる方とか、またはそのスピリチュアルが好きでね、いろんな動画を見たりとかお勉強されてる方もいらっしゃると思うんですけど、そもそもの話、自分のその抱えている問題はこのスピリチュアルで解決することができるのかっていうことについてちょっとお話をします。そこがよく分かっていないと、例えば私のセミナーに来てなんかエネルギーを受けたりとか竜につながっていてもあまり何も変わらないと思うんですよね。だからすっごく大切なお話になるので、本当によーく最後まで聞いてください。前回の動画でも話したんですけれども、私たちっていうのはこの3つの材料で成り立ってますっていう話ですね。マインドがあって、このボディ、体ね、ボディがあって、そしてスピリット。で、このスピリチュアルっていうのは、主にね、このスピリットの世界の話だというふうに思ってください。で、じゃあなぜこのスピリットがそんなに大切なのかというと、このスピリットだけが本当の私なんですね。マインドとボディというのはこの今世での乗り物であって、いわば借り物なんですよ。で、私たちが悩む、今人生で問題が起きているっていうことのほとんどはこのマインド、頭の中で作り上げられたものなんですよ。いや、実際に問題が起きてるんです、目の前で起きてる、これは現実なんですっていうようなことも、このマインドの中にはいろんなフィルターっていうのがあって、これまで経験してきたことが主にフィルターになってるんですけど、そのフィルターを通して解釈して、いや、これは悩みだっていう風になってしまっていることがもうほぼほぼだというふうにまず理解してください。で、次に、悩みになるのが、体に、何か病気ができてしまったり、すごく大変ですよね。体病気になるとうまく動けなかったり不自由になってしまったりとかで、そこで皆さんがスピリチュアルがこの問題を解決してくれるんだっていうふうに思ってこういった動画とかを見てくださってると思うんですけど、スピリチュアル、このスピリットが直接体の病気を治すとか、マインドの中にある問題を解決する、そういうことではないんですよ。じゃあスピリチュアルってなんだって言った時に、このマインド、ボディ、スピリットの3つの中で唯一真の存在、これがスピリットなわけなんですけど、そのスピリットを思い出した時に、スピリットはマインドが抱えている問題とかを問題だとは全然思っていないんですよ。むしろマインドが抱えている問題さえも、いや、これはこの私というスピリットが経験したくて選んでやっていることだっていうことを知っているのはスピリットだけなんです。いや、そんなわけないって思うかもしれないんですけど、体がすごく大変な病気になったとしても、やっぱりスピリットは病気ではないんですよ。で、スピリットは病気ではないっていうことを唯一知っている存在なんですよね。じゃあ、そのスピリットという本当の自分を思い出した時に、マインドはいろんな悩みを抱えているかもしれない。体もいろんな病気を抱えて大変かもしれない。けど私はどこにも行かないし何も変わらないよねっていうことを思い出す、これがスピリットを思い出すってことなんですよね。で、そうした時にこのマインドも、体もスピリットとつながっているわけなんですよ。このマインド、ボディ、スピリットっていうのは切り離されて存在しているわけではなくて、3つがバランスよく、3つ仲良く暮らしているわけなんですけど、スピリットの感覚がない人っていうのはもうマインドだけ、もしくはボディだけみたいな風にこの3つの中で
その問題視されているものが前にすごく飛び出てしまってて、他の2つの存在を忘れてしまっている状態なんですよ。だから病気だってなった時にも病気にすごくフォーカスされてしまう。だけどスピリット、本当の存在を思い出した時に、このマインドもボディも、あ、そうだったそうだった、体は病気だけどスピリット、本当の自分は病気じゃないもんねっていう風に、マインドも体も今まで以上にそのスピリットとつながり出すんですよね。で、特にマインドっていうのは、もうこれは問題でもこれをなんとか解決しなきゃいけないみたいな風に思っているものが、いや、スピリット全然そんな思ってないやっていうことを、このマインドも知ることになるんですよ。そしたら、このマインドがすごい抱えている悩みっていうのが、マインド自体が、いや、なんかどうでもいいかもみたいな風になっていって、気がつくと悩みというのがこのマインドから消えている。今日の話本当に大切で、もうここを押さえていないとスピリチュアルを学んでも全く意味がないっていうぐらい大切なお話なんで、よく聞いてほしいんですけど、例えば前々回の動画で、ポーランドのセレモニーのお話をさせていただいて、そのセレモニーにたくさん参加してくださった方がいろんなご自身の体験みたいなのを書いてくださってるんですけど、その経験に正解はない、体感に正解はないよとは言いつつ、なんか問題だと思ってたことがどうでもよくなってきたんですよねっていう風に書いてくださってる方がいらっしゃるんですけど、それが正解です。なんか桃代さんのワークを受けると今の目の前の問題が解決するんだ、その桃代さんが送ってくれるエネルギーによってこの問題が排除されるんだっていう風に思ってる方は間違いで、私のワークを受けることによってそのスピリットの感覚を思い出すんですよね。そうするとスピリットの感覚を思い出したマインドが、あれ、私ってスピリットで、スピリットは今感じていることを別に悩みだとかそんな風に全然思ってなかったっていうことをマインド自身も気づくわけですよね。だからマインドの中でもなんでこんなことで悩んでたんだろうっていう風になって、悩みがもう本当にどうでもよくなっていくっていうことですね。これがよくスピリチュアルで言われる統合っていうやつなんですよ。だからスピリットを思い出すことによってスピリットとマインドとボディが統合される、言ってみれば一つになる。つまりもうよりスピリットにマインドとボディが近づくってことなんですね。体に作ってしまった病気がスピリットを思い出すことによって消えるか、それは分かりません。その人のスピリットの経験したいジャーニーによっても変わるし、やはりその3次元にできてしまったものを消すっていうのは結構難しいんですよ。だから病気にならないようにやっぱり生きた方がいいっていうのが私のメッセージなんですけれども、ただその病気になってしまったことによってすごくくよくよ悩むっていうのも、もしかしたらスピリットが前に出てくることによってボディがね理解する、マインドとボディがスピリットにだんだん統合されて、病気でもいいこといろいろあるよねみたいな風な考えが湧いてくるっていうような感じの問題の解決につながることはよくあると思います。だから目の前の問題が解決される、例えばお金が足りない、スピリットを思い出すとお金がザクザク入ってくる、これが一般的にスピリチュアルに頼りたい悩みのなんていうのかな、基本的に皆さんが考えがちなパターンみたいなものだと思うんですけど、というよりはそもそもお金がないっていうことが問題だって感じているのっていうのがこのマインドなんですよね。でそれスピリットを思い出した時に、スピリットは全然お金に困ってるとかないんですよ。これがちょっと理解しにくいかもしれないんですけど、本当にない。スピリットはもう今が完璧、自分が生きたいように生きてる、お金がないっていう自分ももしかすると経験したくてスピリットはしているだけだから、もうほんと完璧って思ってるんですよね。でその完璧って思ってる方の感覚にマインドが気づくことによって、マインドも確かにそうかもみたいな感じでスピリットとマインドが同じ考えになる。わかりやすく言うとね、そういう現象が起こるので、問題が問題じゃなくなる。これがだから皆さんも自分の問題がスピリチュアルで解決されるかどうかっていうのを今日の動画をよーく見て今一つ考えてほしいんですよ。
例えば英語が話せないっていうのが悩みなのに、スピリチュアルを思い出すと英語が話せるようになるかっていうと、いや、それは一生懸命英語をマインドに叩き込むしかないから、全然スピリチュアルを頼るっていうのを間違ってるよっていうことだったりもするんですけれども、マインドが抱えてしまっている悩みがあるとするならば、それはスピリットを思い出すと、スピリットはそんなこと問題だなんて一切思っていないから、それによってマインドが抱える悩みも消えていくということは大いにあるし、それがスピリチュアルを学ぶメリットですよっていうことです。はい、今日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいね、チャンネル登録もお願いします。また会いましょう。バイバイ。